はい、こんにちは。今日はね、着艦訓練やっていきたいと思います。前回作った空母にこれまた少し前に作った飛行機を搭載したい。運んで乗せる手段もあるんだけど、ちゃんと空から船に着艦した方がかっこいいですよね。ということで行ってみましょう。って言ってもね、実は前回の映像は何回か練習した段階での映像なので、その前に飛行機の再調整とかその他いろいろやってるので、最初からお話ししていきます。まず空母の積み荷とかを下ろした後って飛行機に向かったところからですね。前々回でジェネレーターで充電してた電池が思ったより溜まってるかな。これプレイヤーから一定距離離れたものは動作が止まるっていう世界の断りがあるのと、ドローンは人間を探知できる距離でないと動かないっていう特性があるので、時間だけは経ってるんだけど、港のあたりで多分この範囲から外れるし、隣の島まで行ってた間は全然動いてないんだよね。って言ってもね、すぐそこまで飛べればいいだけなので、予備バッテリーはいらないし、このくらいあれば十分じゃないかな。とりあえずテイクオフ。おっとこれ単純に失敗したわけじゃなくて、予備バッテリーを外したことで機体バランスが変わってきてますね。予備バッテリーは後ろに積んでたんだけど、正確にはやや左後ろに積んでって、プロペラの反作用を抑える効果も微妙にあったので、これがないことで機体がよじれたみたいです。そもそも空母への着艦を考えると、以前のチューニングだと速度が速すぎて操作できる気がしないですね。なので機体性能をデチューン、すなわち下方修正します。この機体はそもそも飛ばない状態から飛ぶようになるまでしこたまいじったし、飛ぶ状態から長距離飛行仕様にチューニングするにもかなりいじったので、ある程度の調整は勘でできるんだけど、それでも一筋縄ではいかないですね。っていうかね、キャノピー外しちゃってたんで付け直します。これ閉めるのを忘れたりもしてたんだけど、やっぱりないとダメですね。閉め忘れてもある程度体が引っかかる効果があったんじゃないかな。途中ああでもないこうでもないって感じで2点3点してるんだけど重要なポイントとしては、まず電池を減らしました。これにより必要分まで出力を下げたのと、軽量化の効果を果たしてます。プロペラも少し減らして、減らした電池で十分に回転するようにしたのと、回転の力が減ったことで反作用を軽減してます。反作用が減ったことで左側の重りもいらなくなったので、太陽電池も外してます。これによって長距離の移動は空母に任せた短距離飛行用の艦載機仕様になりました。
そんな感じで何回か試してやっとまともに飛ぶようになったのが前回の映像なんだけどまあここからですよ。あとは細かい操作を練習すれば着艦できるはずなんだけど、風向きで結構左右されるのって運次第ですね。逆に言えば運次第で着艦できるはずなので、何回もやってればそのうちうまくいくんじゃないかな。まあそれはいいとして、さっきからねこれ船の近くに行くと画面がカクカクするんだよねこれ多分ね、この飛行機だけで部品数が200くらいあって、空母本体は多分30くらいだと思うんだけど、近くに空中都市の階段とか上に置いてあるグライダーとかがあるし、港あたりはいろんな作業で雑品がいっぱいあるから、多分世界の限界に近いんだよねしかも飛んでるものとか水に浮いてるものとかがあるせいで処理が重くなってるんじゃないかな。この辺はプレイヤーが使ってるパソコンの性能に左右されるので、カクカクする場合はメニューからシミュレーション範囲を下げたりすると改善されると思います。まあそんなことを考えながら飛んでるんだけど、おー、なんだ、何かにぶつかった？いや、何もないな。空でこの現象が起きたのは初めてなんだけど、多分車とかが突然壊れる現象と似たような感じかな。あれも明確には原因はわからないんだけど、まあこの世界では神のいたずらも発生するので、こまめにセーブしとくといいでしょ。そんな感じで何回もくじけずにというか、純粋に飛んでるだけで面白いんだよね物を動かすのが単純に面白くもあるんだけど、今回みたいに飛行機を船に乗せるみたいなのはミニゲームみたいなものなので、こういうのを考えて遊んでみるのもいいんじゃないでしょうか。お、これはいけるか？惜しい。というか、いや、これは船に乗ってるからセーフと言っていいのでは？審議の結果、セーフ被害状況を確認したんだけど、まず機体は見た目ほどの損傷はなくって、数枚の羽が壊れてるだけですね。もともと本拠地に帰ってきた時に無傷だったのが奇跡だったぐらいで、このくらいの損傷は想定内でした。機体の構成は基本10枚組のユニットをジョイントでくっつけてるので、破損したユニットを交換すれば大丈夫だし、交換するほどの被害すら出てないですね。船体の方は本体の大きな草以外は交換可能な部品を貼り付けてるだけなので、その本体に1ダメージが入ってるだけで、まあ無傷と言っていいでしょう。飛行機を甲板に引き上げて、
修復可能な部分だけ修復しておけばだいたい元通りですね。飛行機の羽の幅に対して船の幅がちょっと足りないんだけど、これも羽を畳んでおけば大丈夫でしょ。本当は可変形にできればかっこよかったんだけど、とても作れる気がしなかったんでね。ということで、若干無理やり感はあったんだけど、無事に空母に着艦することができました。ちょっとね、この状態で本当に動けるかどうかは確認しときましょうかね。重さもあるし、想定外のバランス変化とかもあるかもしれないんでね。もともとここまでやった後で全体バランスを調整する必要があると思ってたので、細かいところとかは今までスルーしてたんだけど、おおむね大丈夫そうですね。で、実はね、動力も今ある程度解決してるんだよね。どういうことかというと、飛行機のプロペラを動力にできる。今、間に合わせの充電量で飛んだ後ってほぼすっからかんなんだけど、船の方でバッテリーを設置して、前回合金で作ったこの甲板から飛行機の出力に直結すればプロペラに電力を供給することができます。なので船には補助動力がつけば十分なので、それは出発前に調整しようかな。で、これで船で移動しつつ飛行機で偵察ってことができるようになったんだけど、そもそも出発前に偵察しとけばよくね。ということで、偵察飛行行ってみましょう。これ船に乗せる前に飛んでるんだけど、あえて適当な充電量でできるだけ遠くに飛べるような中途半端仕様で飛んでます。ある程度見渡すことができれば十分なんでね。どのみち空中都市からも地形を見渡すことはできてるので、あとは海に沈んでる財宝が見つかるかどうか。この辺が限界か。適当な場所に不時着したんだけど、あとはその辺にお宝が沈んでないかどうか。あれはお客様困ります。お客様、海の中に何かありそうでしたね。よし、目指すべき場所の手がかりが見つかったので早速旅に出るんだけど、ここでさらにバージョンアップが入りました。もともと旅に出るつもりだったところに新要素の探索が重なるので一石二鳥ですね。ということで、次回は財宝探しやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺で。